はい、皆様こんにちは。モーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日は9月の末になりましたね。早いですね。はい、今日は9月の26日からいよいよ水星逆行ラストウィーク10月の2日までの流れを見ていきたいと思います。まず皆様にお礼をお伝えさせてください。コミュニティの中でアンケートをいくつか取らせていただいたんですけれども、3択か4択か3択プラス12星座リーディングか12星座リーディングのみか、いろいろね出させていただいたんですけれども、やっぱり3択が見やすいんですかね。なので今日はそのアンケートをもとに3択で作らせていただきます。で、3択プラス12星座リーディングは詳しい、例えば毎月のリーディングとか、例えば複雑な関係のあの人とのこととか、そういう深く見ていきたいときにそれを使っていこうと思っています。はい、今日なんですけれども、いよいよ水星逆行のラストウィークです。いつものようにルノルマンカードを使って、そしてルノルマンカードプラスタロットを使ってセブンデイズの流れ、そして最後にアドバイスを見ていきたいと思います。今日使っていくアドバイスはこちらのエンジェルアンサーズ、こちらと、あとこのカード、この2種類をあなたへのアドバイスとして使っていこうと思っています。ちなみに今日の使っていくタロットなんですけれども、こちらイタリアのタロットなんですね。今日はこのタロットとともにルノルマンカードで見ていきたいと思います。復縁望んでいる人は今週10月の2日、厳密に言うと5日6日ぐらいまでは大チャンスの時です。あと逆にですね、この水星逆行の時っていうのは、いわゆるあなたの思考がこんがらがってしまう時なので、白黒をつけることはおすすめしないです。あの人と別れようかどうかとか、そういう時はだいたいネガティブな方向に行ってしまうので、そう思ったとしても水星逆行が終わって数日経ってから改めて考えることをおすすめいたします。今日の3択リーディング遅くなりました。左から1番、真ん中の方2番、一番右の方が3番となっております。左からこちら1番の方、真ん中ブルーが2番の方、一番右の方、こちら3番です。失礼しました。ピンときた直感の色で選んでいただければと思います。さて、今日も心を込めてリーディングしていきます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。それでは1番の方、こちらのルノルマンカード使っていきます。
1列目並べていきます。じゃあまず最初に出たカード、はい、お魚さん、船、道、フォックス、キー、木、棺桶、タワー。はい、それではカード並べていきます。はい、それでは1番の方、カードをすべて、今日は 8×4 プラス4のグランタブローで見ていきたいと思います。はい、まず今回あなたがなんとね一番ラストで出たんですよね。そして意中のあの人がいる人はここ、いやいや近いです。なんかお互いなんか感じ合ってる、こう見合ってる見つめ合ってる、そういう感じがしますね。距離ねすごく近い、とてもとても近いです。でただここにねいわゆる4隅、この4隅っていうのもすごく強い意味があるんですけれども、ここの部分に蛇が出ているので、それプラスあの人の横に本、あの人の下にクロス、そしてあなたとお相手様がクロスとクローバーでつながっているんですよね。なのでこう宿命とか何かこう2人が前世からのつながりとか、もしかすると複雑な関係とか、そういうことが考えられるちょっと咳ごめんなさいね。そういうことが考えられて、だからこそ何か蛇っていう人がねもしかしたらいるのかな、そういう存在の人が、まずそういうふうに思いました。このあなたとお相手様っていうのがこのやっぱりクロスで結ばれてるっていうのがなんかすごく、運命というか宿命というか、そういうつながりがあって今回も出会えたんだろうなみたいな、そういうものをすごく感じています。じゃあもう少しねカードを見ていきましょう。まずあなたを囲んでるカードっていうのがなんかあの人とね子供となんかこうすごくこう人がねいっぱい出てきていますよね。もしかしたらあなたにお子さんがいるのかもしれないし、こうすぐそばにいわゆるお空の上の赤ちゃんが来てくれているのかもしれない。なんかねどっちだろうっていう風な感じがしていて、であの人の横には家、あの人の左側、過去を表すところに家が出てるので、もしかしたらあの人は結婚しているかもしれないとか、バツイチかもしれないとか、こう家にね誰か他のパートナーがいるとか、そういう可能性もある感じで、確かに、なんかあなたっていうところを見た時にいろんな人が関わってくるので、やっぱり複雑な関係とか、あなたにも例えば家庭があるとかお子さんがいるとか、そういう可能性もあるのかな、そういうふうにまず感じました。そして今週の
流れから見ていくと、魚、船、道、そしてクロス、クローバー、子供、リング、なんか大きく物事が動き出す、道が開けてくる、開いていく、選択するっていう感じがするんですよね。これが人によってはお仕事で、例えば転職したとか部署変わったとか、そういう人もいるかもしれませんし、特に今週は出張とかそういうのが忙しいという方もいるかもしれません。でもあなたのこの運命が本当に開かれてくる、動いていくっていうふうに出ているので、あなたの昔からの願いかな、昔からの願いが今週はね叶う、そういうふうに出ているので、なんかこのね出来事が今週起こる出来事が、それこそ運命づけられているような、そういう出来事が起こっていくのかな、嬉しい方向に物事が進んでいくのかなっていうふうに出ています。これはお仕事でも恋愛でもそうです。引っ越しをする人とか、家が決まる人、あの人と旅行に行く人、そういう人もねいるかもしれないんですけれども、今週はとにかくあなたが正しい決断ができるのかな、本当にそれが導かれていくような、そういう感じがしています。そしてあなたにとって今週は、特にあなたにとってやっぱりね、ここでも恋愛の喜びとか、仕事、特に感性を使う仕事とか、接客業とかもねそうなんですけれども、なんかね素晴らしい実りとか素晴らしい作品が出ていく、できる時期、できていく時期かなと。そしてあなたの中にね、なんか本当にこれでいいのかなっていうモヤモヤとか、自分の中の自信のなさとか、そういうのが出てくるかもしれないけれども、私はあなたに言いたいのは、あなたならできる、あなたならその才能があるよということをお伝えしたいです。したい特にね今週はあなたにとって、例えば試験の合格、そういうメッセージが入ってくる可能性もあるし、もしあの人と今つながっている感じはしたとしても、今連絡が取れていないとか、少し音信不通っていう方、今週はあの人からごめんなさい今週はあの人からあなたがこのねメッセージを受ける、それもね嬉しいメッセージって出てるので、ようやく返信が来るとか、なんか待っていた連絡がようやくあの人から来るよっていう、そういう感じです。いい意味の水星逆行が効いてるような、そういう感じがしています。そして今週ねすごくちょっとなんか出来事が大きいから説明が長くなってしまって申し訳ないんですけれども、あの人がもうねすごくすっきりしてるんですよね。あの人こそ決断が今週できるとかできたって感じなんです。すごくすっきりしているので、だからあなたに対して動くことができる、身軽になったというかね、もうこうすることに決めたんだみたいな、そういうものがとても感じられます。そのことがきっかけであなたに対して動くこと、
アクションすること、それができるのかな、そんな感じがしています。いいですよ。そしてですね、特に今週なんか飲みに行く約束とか、これがあの人だけじゃないかもしれないんですけれども、そういうお誘いが例えば多かったりとか、あとあの人となんかね、一緒にアルコールをなんかね共にすることがあったら、なんかそのままあの人と深い関係になる人もいるかもしれないし、なんか復縁を望んでいる方はきちんと付き合うとか、そういうちゃんとした出来事が今週は起こり得る可能性があります。そして、蛇とタワーというねカードが出ていて、確かにあなたとお相手様、もしかするとあと一人誰かいて、あなたとあなたとあの人の関係は今週私は良好な関係になると思います。ただこのヘビっていう人はいるというか存在する、それはもう少し続くよっていう感じかな。でもあなたとあの人は間違いなく今週はすごく今まで障害があった人ほど2人がつながることができるとか、そういうふうに出ています。もう少しね恋愛のことを見ていきましょうか。はい、ここね恋愛ハートと花束が出てるんだけどね、どっちも鳥と手紙っていうカード、コミュニケーションのカードが出ているので、連絡がやっぱりね遠方から来るって出ています。出ているし、やっぱねハートと月が一緒に出てるので、もう今週はロマンスウィークです。なんかね出会い、ちょっと待ってくださいね。出会いいいじゃないですか。出会いも今週ありそうですね。出会いもありそうだし、恋愛っていうのもこのコミュニケーション運、嬉しい情報が来るって出てるので、やっぱり音信不通、復縁を望む人はすごく嬉しい方向に行きそうだし、あの人と旅行の話が出てきたりとか、実際に旅行に行く人なんかもいるかもしれません。いいです片思いの方もね、本当に恋が、話が弾んでいくような、そういう感じです。もしかしたらねお出かけとかそういうのもできるかもしれません。とにかくいいです。すごくすごくいい。そしてじゃあお仕事のことをね見ていきます。まずフリーランス、自営業、アルバイト、パートの方からいきましょう。はい、今までの流れすごく良かったですね。とても売り上げが伸びたりとか、お客さんが増えたりとか、あなた自身の仕事のやりがいがすごくあったり、もしかするとその対お客さんとか、そういう人にいい人がいいなって思う人がいたりとか、そういう可能性もあって、すごく心がね幸せで満たされている、やりがいがすごくある、金銭的な潤いもすごくあるというふうに出ています。そして今週はあなたの、口コミがまたねどんどんいい口コミが広がっていくって出てるので、何らかの形でアップをされたりとか、シェアをされたりとか、そういう感じがしますね。
でただかな、今は今週はあなたは手を広げすぎなくて大丈夫だよと、なんかこう今の状況がすごくいいように見えるので、なんか今新たな何かをしようとか追加しようとか、そういう新規のことは今はまだこれは保留の方がいいかなと。今の状態をいわゆる続けていくということを今週はおすすめしたいです。そしてはい、会社員サラリーマンの方を見ていると、今まではもうすごいですね。なんかとても仕事が楽しくてやりがいもあって、特に年上の人とか、いわゆるシニアって呼ばれてる方、そういう方とかもすごく関係性がよくって居心地がいい職場、やりがいがある、笑い声がすごく聞こえるような、そんな感じがしています。ただ今週はあなたの体がものすごく疲れている、とても疲れているので、いろいろね連休の後っていうのもあるので、思ったよりも体とか心が疲れてるから、なんかちょっとメリハリをつけながら、早めに帰宅することとかおすすめしたいです。なんか家での仕事、デスクごめんなさい、家での仕事も随分はかどるとは出ているので、もし会社に行かなくていい、家で仕事がねできるという日は、なんかぜひそれを取っていただきたいなと思います。案外ねはかどるっていう風にも出ているかなと。まずは会社員の方出ているので、とにかく疲れを、思ったよりもあなたは疲れているみたいで、少しイライラしている部分もあるかと思いますので、ゆっくり休んであげてください。そして今週のあなたの金運なんですけれども、今週いいですね、とても。旅行とかに行く人とか引っ越しする人、そういう人は確かにお金は出ていくのかなって感じはするんだけれども、かなり有意義なお金の使い方、それもできそうだし、もしかすると今かなり円安の状況なんですけれども、外貨預金とか、なんかそういう外国ですね、そういうところからの何か信託、そういうものが来る可能性もある。それはね良さそうです。良さそうと出ているので、検討する価値はあるかもしれません。赤ちゃんのことは今日ラストに見ていきたいと思います。じゃあとね、何か伝えれることあるかな。ちょっと待ってくださいね。今週はあなたにとって嬉しいいろいろな情報が入ってきたりとか、棚ぼた的なラッキーな出来事とかもすごくありそうなんですよね。そしてね、繰り返しになるんですけれども、あの人が何か大きな決断をしてすっきりしてるからこそ、あなたとの関係が縮められる、そういう風にも出ていますし、とにかく今週はすごく大きな運命的な出来事が幸運の方向に広がっていって、それをあなたが受け取る、そういう風に出ています。じゃあ今からタロットとルノルマンカード合わせていくんですけれども、月火水
木金土日でタロットと一緒に見ていきたいと思います。はい、それではお待たせしました。じゃあタロットと一緒にセブンデイズ、月曜日から日曜日までの流れ、はい、見ていきましょう。じゃあ行きましょうか。じゃあまず月曜日はお魚が出てるんですけれども、すごいお魚と女帝が出ています。月曜日は、すっごく色っぽい日ですね。あなた自身も、なんていうのかな、艶っぽいというか、すごく色気とかが増している時で、この日飲みに行ったり飲み会デート、そういうのもすごく良さそうですね。すごくデートは素敵なデートになるんじゃないでしょうか。かなり幸せな一日だと思います。そして火曜日は、はい、ここ船のカードとソードの7が出ていて、はい、あなたにとって火曜日、もういらないもの、自分にとって不要なものはもうなんかさようならって感じで、もう今から自分の道を歩いていけるっていう、前に進んでいくような、そういう日、自分の進路を決めていくのかなっていう日かもしれません。この日旅行とか遠出とかする、ドライブとか、そういう人、そういう過ごし方をする人もいるかもしれません。そして水曜日が道というカードが出ていて、はい、道とコインの6が出ました。あなたにとって水曜日は誰に対しても公平でいれるっていうのかな、もしくは公平でいることをお勧めするよっていうこと、それも考えられるような気がします。あなた自身がとても心とか金銭的にも余裕があるように見えるので、誰かに対して助けてあげるとか、寄付をするとか、ボランティアをするとか、そういうのも良さそうな気がします。はい、そして木曜日はクロスが出ていて、クロスとソードの9が出ました。やっぱり木曜日は運命的な出来事があるようです。これはカルマっていう意味もあるので、どうしてもやっぱりカルマ、苦しみとか、そういうものもあるんですね。でもその苦しみ、そういうものを乗り越えることができて、あなたはカルマを受け入れて、この日を境にものすごくあなたの精神的なもの、それが変わっていくのかな、そういう日になりそうです。すごく深く悩んだりするかもしれないんだけれども、でもそれはあなたを成長させるためのもの、そういうふうに出ています。必ずやいい方向に行くでしょう。はい、そして金曜日、はい、クローバーとソードのキングが出ました。あの人からの動きが
ありそうです。あの人からの連絡、それが突然っていう人もいるかもしれませんし、何かあの人、これはあの人からっていう感じがとてもするので、幸せな言葉を聞いたりとか、お誘いを受けたり、連絡を受けたりっていうことかな。それが幸せな方向に行くと思います。やっぱりね、連動してるなっていう感じです。そして土曜日、子供のカードとワンドの8です。あなたがとっても嬉しいと思うような出来事が起こる。急展開で物事が進んでいく。嬉しい連絡が来る。なんかね、連絡っていうキーワードが多いんですけれども、金曜日土曜日両方そういうカードが出ています。そして日曜日、リングとワンドの5が出ました。まず、何かこの日約束をするっていう感じが出ているんだけれども、例えば約束がリスケになってしまったりとか、時間が遅れてしまったりっていうことあるので、時間厳守で行かれた方がいいかな。なんかそれによって少しモヤモヤとした気持ちが出てきたりとか、言い争いになってしまうって出てるので、もし体調が悪かったりとか、例えば寝坊してしまったりって言っても、とにかく早めに連絡をしてっていうことがいいかな。そういう風に出ています。なんかやっぱ流れを見ると、このね、水木あたりが、火曜日から流れは来てるかな。そこであなた自身が大きな決断ができてくるのかなと。そしてそれができて、いろんなことを受け入れた時に、あの人から動きがあったりとか、連絡があったりとか、そういう流れが出ています。じゃあ最後に1番の方、アドバイス見ていきましょう。こちらのカードでも見ていきます。はい、お待たせしました。じゃあ今週のあなたへのアドバイス、見てください。ノート、フロウ。こちらね、今回のこのカードがぐちゃぐちゃになってます今回のねアドバイス、もうあなたは悩むことはない、流されることはない。あなたの自分の私は何をしたいのか、何をしていきたいのかっていう自分の気持ちや信念、それを大切にしてって言ってます。これがね、やっぱりこのこの辺りですよね。この火水木あたりの出来事にも関係してくるのかなって思うんですけれども、いろいろどっちを大切にしたらいいかとか迷う部分もあるかもしれないんだけれども、もう木曜日にはあなたは決断ができると思います。決断をしたら、あとは迷わずにその信念を貫いていく方がいいよ。そっちの方があなたにとってもすっきりするよ、幸運が入ってくるよというふうに出ています。もう悩むだけ悩んで、
決めたらもうこれみたいな感じでこう覚悟を決めるというか、それをおすすめしたいかな。なんかいい流れになりそうだし、特にこの月曜日、金曜日、土曜日はより素敵な一日になるんじゃないかな、そういうふうに思っています。はい、これが1番の方のリーディングです。どうぞ素敵な1週間お過ごしください。はい、それでは2番の方、こちらもルノルマンカード使っていきます。1列目をまず出していきます。はい、じゃあ見ていきましょう。ファーストカード、子供のカードが出ました。鳥、コウノトリ、木、道、熊、蛇、花束。はい、2番の方お待たせしております。はい、まずあなたのカードが今回ここに出ています。そしてあの人のカードがここです。なかなか近い方なんじゃないかな。なんかお互いにね、こう向き合ってると言ってもいいかなっていう感じがするんですよね。そう、ただあなたとあの人の間にはややハードなカードが多いので、こういろいろな事情を抱えているとか、いろいろな問題があるとか、そういうことがまず今現在で考えられるのかな。そんな感じがします。なんかこうあの人もこうかなりネズミがね出ていて、非常にストレスとかこうすごく忙しく動き回っていたりとか、金銭的な問題があったりとか、もしかしたらあの人は例えば転職をしたいって思っているかもしれないし、もしあの人に子供がいるのであればすごく子育てで悩んでいたりとか、こう子育てのこ
金銭的なことで悩んでいたりとか、すごくあの人も今とても疲れてるのかな、そんな感じが見えました。そしてあなたはっていうと、あなたの上には棺桶、そしてあなたの下にはクロス。なんかすごく追い詰められているのかな。なんかこれが結婚のことなのか、あの人との未来のことなのか、もしくはあなたにご家庭があるっていうことなのか。そうか、ご両親っていうこともあるんだけれども、何かあなたの中でいわゆる家とか将来とか、そういうことですごくしばらく悩んでいたのかな。悩んでいて、今週いろいろなことに対して決着ができていくのかな。白黒がつけれるような、そういう状態になっていくのかなっていうふうに、見えましたね。悩んでいたことが、そういう意味ではすっきりするのかな。それは思います。じゃあ今週のね、流れを見ているとすごいですね。子供、鳥、コウノトリ、家、雲、クロス、船。もしあなたがね、赤ちゃんとかのことで悩んでいるのであれば、なんかすごく嬉しいニュースがね来るのかなっていうふうにも思いますし、あとはあなた自身が昔からやりたいって思ってた夢とか仕事っていうことに対しても、あなたがようやく羽ばたける、動けるような、そういうチャンス、動き出す、自分の中でやっぱり頑張りたいんだとか、そういう前向きな気持ちが見えるような気がします。今週はやっぱり水星逆行が終わるっていうこともあって、思考がスルッとなんか論理的になる方が多いのかな、そんな感じもします。そして、今週の流れを見ていると、あなたは今連絡とかを待っているのかな。待っている状態であれば、ちょっと待ってくださいね。鳥でしょ、ハート、なんかね、なかなか来なかった連絡が今週来るって言いたいんだけど、そういう人もいるかもしれないんだけど、今水面下で動いてるのかな。なんか今週来なくても諦めないでっていうふうに思う。10月の2日まで水星逆行、復縁の可能性すごくあるんだけれども、プラス3日4日って影響があるんですよね。なので水面下で動いてることは、来週大きな動きがある可能性があると思いました。じゃあ今週のあなたの恋愛運から見ていくと、それがねすごく素晴らしいんですよ。ハートの上にリングとか月とかね、その横に太陽もあるしっていうことで、あの人との関係もね、ハートつながりで見るとすごくいい感じがするから、あの人がなんかいろいろな問題抱えていたとしても諦めてないんですよね。あなたとの関係どうしたら良くなるかとか、時間をかけながら生きたいってあの人は思っている。そして今週出会いを探している人は
それは素晴らしい出会いがありそう。すごくロマンチックな出会いとか、なんか急速にお互いが一目惚れとかする可能性もあるかもしれないし、こう、なんか運命の人、結婚する人、そういう人もいるかもしれないっていうぐらい素晴らしいいいものがあるような気がする。で、今さっきね、連絡がもしかしたら今週ね来る人もいると思うんですよね。連絡が取れる人もいるんだけど、今週じゃなかったら私は来週以降水面下で動いてるっていうふうに思ってるんだけど、あの人が何とかしたいと思ってくれてる、やっぱり。それで今週動ける人もいるかもしれないし、なんかね、もうちょっとどうしたらいいんだろうってすごく悩んで、こう来週以降の行動になるあの人もいるかもしれないけど、やっぱりあの人はあなたとのこと積極的に考えてくれてるんじゃないかな。それはねすごく思いますよ。そして、まあね、花束の横にヘビ、もしかしたらライバルがいたりとか、複雑な関係の人っていう人もいるかもしれないんだけれども、少しずつ恋愛がね、こう形を整えてくるような、そんな感じにもなっている。だからね、こう恋愛は今週来週っていうのは大きなプラスの波が私は来るんじゃないかな、そういうふうに思っています。なんかね、恋愛運やっぱりこう徐々に上昇していく、動きはゆっくりなんだけれども、こう冬に向かって、それこそこうクリスマスとかに向かってこう盛り上がっていくっていう、そういう感じがしますよ。だからね、今が辛くとも、あなたが何かこう未来をこう考えられないとか、今はプラスにポジティブに考えられないって人もいるかもしれないけれども、あなた自身がまず気持ちがこうすっきりして、もう前へ向くしかないとか、頑張るしかないっていう気持ちになりそうだし、そしてそこに加えてあの人も何とかしよう、こうね、いろいろ悩みはあるんだけれども、あなたとの関係を何とかしたいと思ってるから、距離はねやっぱり近づいてくると思う。だから安心してねってことを言いたいかな。はい、じゃあ次はね、仕事のこと見ていきます。まずフリーランス、ご自分でお仕事をされている方、アルバイトパートの方なんですけれども、おやおや、かなりこう今までがね辛かったですね。なかなか結果が現れなかったというか、あなたはねすごく頑張ってたと思うんだけれども、こうどうしたらいいのみたいな、こうやや売り上げも例えば赤字傾向だったりとか、こうそういうこう未来がなかなか見えない状態だったかもしれないのかな、今までが。でもまたこれからあなたはいろいろ工夫をする、こうしたらいいのかなっていう風なものが出てくるので、そういうアイデアをぜひ活かしてほしいです。それがきっとあなたならできるかなっていうのがまず今週の流れかな。そして会社員、サラリーマンの方を見ていくと、はい、なるほど、そっか人間関係がねちょっときつかったですね。こう信じていた人があれっていう、こうストレスをねすごく人間関係で感じていたりとか、なんかどこまでね信頼していいのかなみたいな部分があったりっていうことが出ていて、少しチームワークとか人間関係でストレスを感じていたのかな。そして今週なんですけれども、
ズバリ疲れてるあなたが、そして例えばもう働いた分だけの残業代っていうのは入ってくるんだけど、その分あなたがかなり疲れが取れていない状態なんですよね。そこが少し気になるかな。そして今週はやっぱり家で仕事をしているとあんまりはかどらなかったりとか、家の中での例えばいろいろな機械がなんかちょっと壊れちゃったりとか、そういうのもあるかもしれないから、今週、会社の規定とかあるかもしれませんけれども、会社に行くことの方がもしかしたら落ち着いて仕事できるのかな、そういうふうにも思いました。そして今週のあなたの金運なんですけれども、今までがむちゃくちゃ良かった。すごい大吉。いろんな臨時収入とか副業とかも含めてすっごく良かった。お金はしっかりあなた自身が引き寄せている。それがすごく出ています。ただ今週はなんか思いがけず、例えばご実家とかあなたの家とかそういうところになんか必要になりそうな気がするので、貯蓄はできるんだけれども思った以外のなんか出ていく部分、それがあるっていうふうに出ているので、なんか出ているのが今住んでいる家、もしかしたらね修理とか、もしかすると何か大きい買い物をするっていう人もいるかもしれないし、ご実家にお金を送るっていう人とかもいるかもしれないっていう感じかな。はい、赤ちゃんのことは後ほど赤ちゃんのことで見ていきたいと思います。なので全体的な流れで見るとなんかね、あなた自身のいろいろな悩み、すごく深いかもしれないんだけれども、それは解消していけそう。前へ向いていける、あなたのいろいろなことがすっきりして前に進むことができる1週間になるのかな、そういうふうに思いました。じゃあ今から月火水木金土日でタロットと一緒にセブンデイズの流れとアドバイス見ていきたいと思います。はい、それでは2番の方、今からセブンデイズの流れタロットと一緒に見ていきたいと思います。ごめんなさい。はい、良さそうです。じゃあまず月曜日、子供のカードが出ています。すごいですね。子供と戦車、すごく家族のつながりが強くなったりとか、お子さんがいる方はなんかお子様の成長がすごくわかる日だったり、あとは月、これ、蟹座を表すカードなんですけれども、蟹座、母親家族、そういう意味合いがすごく強いので、あなたの母性本能とか不正本能がすごく強くなってきたりとか、なんかあの人を守りたいっていう気持ち、それがすごく出てくる日かもしれません。これが月曜日。火曜日は鳥が出ています。
はい、鳥と節制ですね。火曜日はこう綺麗な言葉とか綺麗な音楽、そういうものを聞いてあなたの心を浄化してほしいかな。もしくはあなたの言葉によってすごく癒される、人がいる、あなたに何か相談をしたい人がいる、そういうふうにも感じました。じゃあ水曜日はコウノトリです。コウノトリとソードの2が出ています。これは平和っていう意味があるんですけれども、もしあなたが今日は気分転換をしたいなって思うのであれば、少し遠出をするとか、いつもと違うルートを通るとか、違うお店に行くとか、そういう冒険がいいかな。そういうふうに思います。木曜日は家です。家とカップのナイトが出ました。木曜日は家デートをおすすめいたします。あの人の家に行く、あの人が家に来る、どちらでも大丈夫です。料理を作ってあげたり、すごくアットホームな感じ、それをおすすめしたいです。金曜日は雲が出ています。雲と忍者、少し金曜日は悩んでしまうのかな。すごく考えすぎちゃう。これはごめんなさいこれは乙女座とか水星っていうのを表すんですけれども、ちょうど水星逆行がまだ合っている時期なので、余計に混乱っていうのもあるかもしれません。こういう時は考えすぎるのではなく、体を動かすとか、思い切って考えないようにするとか、細かく考えすぎると少しノイローゼ気味になってしまうかもしれません。大まかにアバウトにそれをおすすめしたいです。土曜日はクロス。新しい始まりですね。土曜日、金曜日はね、すごく悩んでしまうのかな。そういうふうに出たんですけれども、土曜日はあなたがやっぱりこうするんだみたいな、新しい自分への挑戦とか過去への決別っていう感じで、すごく新しいあなた、そういうものが出てきそうです。新しいあなたの誕生、それが出ています。日曜日は船。船と鳳凰が出ました。日曜日はご旅行に行く、遠出をする、そういう人もいるかもしれませんし、仲間と一緒に過ごす、ご両親と一緒に過ごす、そういう人もいるような感じです。特に、これはおいしさを表すんですけれども、おいしいものを食べに行くとか、そういう素敵なレストランなどに出会う可能性もあるかもしれません。あとは年上の人にもご縁がありそうな日、そういう風に出ています。今回ね、ダイアルカナがね4枚も出て、やっぱり今週はすごく大きな出来事が
特にあなたの中でなんかこうすっきりした形になっていくのかなっていう風に出ています。じゃあ最後にアドバイス見ていきます。はい、そしてあと1種類、こちらも引いていきます。はい、じゃあどんなアドバイスでしょうか。よいしょ、いきましょう。素晴らしい。なんか新しい道がね開かれて、そして few weeks、 やっぱり水面下でねいろいろ動くことももしかしたらあるかもしれないし、もうこの数週間でこう2人はやっぱり新しい門でそういうのがあってラブです。もうね、あなたとあの人はしっかり愛し合ってるから、だから大丈夫だよと。やっぱりもう今週来週っていうのはこう愛に関して嬉しい出発、嬉しい出来事、新しい門でそういうものがあるようです。はい、これが2番の方へのメッセージです。はい、それでは3番の方見ていきます。3番の方はこちらのルノルマンカードを使っていきます。はい、じゃあ1列目のカードを出していきます。はい、ファーストカード、ワンちゃん、リング、怒り、月、ライダー、棺桶、クローバー、鎌。はい、3番の方お待たせしました。まず全てのカードを出したんですけれども、あなたはここにいます。そしてあの人はすぐここ。すごいですね。ものすごくお二人の距離近いんですけれども、背中合わせになってるんですよね。あなたは左を向いて、あの人は右を向いている。すごく距離は近いんだけれども背中合わせなので、何か今お二人の間で少しすれ違い、
そういうものがあるような気がする。ここに雲が出ているので、あなたもあの人もこうね、もやもやとした、どうしたらいいんだろうっていう風なね、そういう同じ悩みを今共有している、そういう状況なのかな。そしてあの人の横には蛇がいるので、もしかしたらね、3番のあなたは複雑な恋をしている方がいるのかもしれない。でもあの人との距離はむちゃくちゃ近いよっていうことをお伝えしたいです。そして今週の流れなんですけれども、そうですね、仲直りがなんかできるような気がするんですよね。きちんとお互い思ってることをオープンに話せるというか、そういうことがあるのかな。ただ週末になると少しあの人かあなたかなんか疲れが出てくる可能性もあるし、あとは水星逆行のラストの日々になりますので、影響がね少し強くて、コミュニケーションがうまく伝わらなかったりとか、そういうつもりで言ったんじゃないんだけれどもっていう誤解が生まれる可能性もあるので、特に今のところね、日曜日ぐらいは言葉の行き違いとかに気をつけてた方がいいかな、そういうふうに思いました。そして今週のね恋愛を見ていると、そうなんですよね、何かやっぱり複雑な恋の人が多いのかな。自分の気持ちを打ち明けられないとか、心をオープンにできないっていう意味もあるので、片思いの方もうまくアプローチができなかったりとか、そういう人もいるかもしれませんし、何かあなたが恋愛で寂しい思い、孤独っていうのを感じてる部分があるのかもしれないっていうふうに出ています。そして今週はあなたが自分を偽ってしまうのかな。なかなか素直になれない部分が出てくる可能性もあるんだけど、でもあなたとあの人の未来を見ていたら、今週はやっぱりオープンハートになれるような気がするので、あなた自身自分の気持ちを偽らなくて大丈夫です。もう素直にオープンに、もしそれで喧嘩っていうことになったとしても、やっぱりお互い素直に裏表なく言い合うっていうことが今週はできるかと思いますので、それをおすすめしたいな、そういうふうに思っています。そして花束の方で見ていても、仲直りができるのかなとかね、2人の間にようやく幸運という光が見えてくるのかなっていうふうに出ているので、やっぱりなんかいい方向にこの恋愛は行くんじゃないかな、そういうふうに思います。もし喧嘩をしてないよっていう方でも、なんとなくお二人の間に気まずい感じとかがあったとしたら、それはきちんと解消できるような、そういう気がいたします。出会い求めてる方どうかな。なんか今まで出会ったことがないタイプとか、忙しい方とかね、旅行業とか、そういう人にご縁がある可能性は出ていますよ。はい、じゃあお仕事のこと見ていきましょう。まずフリーランス、自営業、アルバイト、パートの方から見ていくと、
なるほど。過去はね、なかなか厳しかったですね。あなたの良さがなかなか光らないというか、発揮できない感じがして、妙に現実的になってしまったりとか、うん、進めない出来事に対して憤りみたいなものがあったのかな。でも今週はすごくあなた自身がスムーズに、なんかパワーがあって、行動力があって、発想力があるっていう風に出てるので、いろいろなことを試していく可能性はあります。それはできると思います。そしてあなたの体がね、あまりにも忙しすぎて疲れないように気をつけておいてください。そこだけがね、気になります。そして会社員、サラリーマンの方見ていきましょう。はい、今カードを探し、はい、ありました。はい、ここです。なるほど。今まで良かったですね。とても。やりがいがあったりとか、どんどん開いていくっていう風に出てるので、なんか仕事がしやすかったり、評価されたり、数字が取れたり契約が取れたりっていうことが出ています。で、今週はマイペースに進むことができるとか、なんかもう少し自分で勉強したいとか、知識をつけたいとか、そういう気持ちが出ているようです。ただなんかね、何がストップしちゃうのかな。あなた自身の感受性とかが少しよく言えば落ちてしまう、落ち着いてしまうか、そういうところがあるので、感性を生かすような仕事の方はやや現実的になってしまう部分があるかもしれません。今週はなんか地に足をつけながら過ごしていくっていう方がいいかな。どっちかっていうと、表のスポットライトを浴びるというよりは、裏方の仕事っていう、そういうイメージが出ています。そして今週のあなたの金運なんですけれども、とてもいいですよ。あの人間関係、友達、プライベート、会社の方も含めてすごく活発になっているので、飲み会とかお食事会とか、そういういわゆる交際費ですね、それがすごく出ていくような気がします。でもかなり有意義なお金の使い方と思いますし、あとはいろいろなセミナーとか、そういう勉強も含めてのお金を使うっていう風に出ているかな。なので今週はどっちかっていうと使う傾向があるんだけれども、いいお金の使い方ができる、そういう風に思っています。赤ちゃんのことは今日別枠で見ていきたいと思います。それでは今から月火水木金土日で1週間の流れをタロットと一緒に見ていきましょう。はい、じゃあ今から月曜日から日曜日までのセブンデイズタロットと一緒に見ていきましょう。カードが出ました。失礼しました。私がカードが飛び出すってなかなか珍しいんですけれども、はい、じゃあ開いていきましょう。まず月曜日、ワンちゃんのカードが出ています。いいですね。ワンちゃんとカップのナイト。
これ友達、今まで友達以上恋人未満でもし悩んでる方、なんかこう恋愛に発展する可能性が大かな。そしてもし月曜日何か飲み会とかがあったら、友達が連れてきた人とか、そういうところにすごい素敵な人がいる可能性も大。月曜日なんかね、恋愛運、友達運、すごくいいです。はい、火曜日はリングが出ています。リングとワンドの5です。はい、これは約束のカードと争いのカードが出ているので、こう約束してたんだけどリスケになってしまったりとか、約束してたんだけど時間に遅れたり遅れられたりとか、そういうことがあって、少し争いが、こう言い争いとかが、言い争いまではなくても、なんかちょっとムッとしたりムッとされたりとか、そういうことがあるかもしれないので、時間に余裕を持ってっていう感じかな。はい、そして水曜日、怒りのカードとカップの9、なんか幸せの永続。はい、水曜日はとてもとても幸せな日、満たされた日、幸せな日、同じことを言ってたになるような気がします。本当に心がね、嬉しい、幸せって思えるようなことがある意味一日中続くんじゃないかな。はい、そして木曜日、太陽とカップの3、いいですね。なんかこう恋が実るとか祝福とか乾杯そういうものが出てるので、こう自分の気持ちをこう飲みながら、アルコールとかのね力を借りたり、どっかの場所レストランとかでこう気持ちを伝えたりとか、そういうのがすごく良さそうです。はい、そして金曜日は手紙が出ています。手紙と、はい、これはソードのナイトが出ているので、突然連絡が来るとか、美味しい普通のあの人から連絡が来るとか、突然のお誘いとか、そういう感じがあります。なので何か嬉しいメッセージが本当に突然来るよっていう出来事、それを表しています。はい、そして土曜日はユリとマジシャン。なんかいいですね。なんかこれデートかな。すごくこうロマンチックだしエロチックだし大人っぽいしって感じで、なんかいい感じです。こう新しいセクシャリティの形を見つける人とかもいるかもしれません。そしてはい、日曜日はムチが出ていて、ムチとコインのナイトが出ているので、日曜日はややこうお金が出ていく感じがしますね。思ったより出ていくっていう感じがするのかな。なので、今週いいお金の使い方はできるとは思うんですけれども、なんかこんなに使っちゃったっていう感じにはなるかもしれません。流れ見るとね、この火曜日以外はね、もうほんとむちゃくちゃいいですよ。火曜日と日曜日以外、すごくいいし、なんかとても楽しみな1週間になる予感です。じゃあ最後にアドバイス見ていきたいと思います。はい、こちらのカードでも出していきます。はい、じゃあ開いていきます。さて、ビッグハッピー
足で手が届く、信じる。素敵ですね。はい、これがアドバイス。3番の方は本当にもうちょっとであなたの夢が叶うところです。そしてもうちょっとでもう本当にあなたの人生が大きく幸せに変化すると。そしてそのことをどうかまず自分で自分の運命をしっかりと信じてほしい。そして私にはできる、私はこうなるっていうことを鏡に向かいながら自分に言い聞かせる。そしていい運命を手に入れるということをおすすめしたいです。素敵です。はい、これが3番の方へのメッセージとなります。はい、じゃあ1番の方の赤ちゃんのこと、じゃあ見ていきましょう。赤ちゃん、今週はですね、いやすごいですよね。あなたのもうむちゃくちゃ近くにいるし、そしてご主人とももうつながってるって出てるので、コウノトリとね子供のカードがもうこの辺りのカードがもう全部ポジティブなんですよね。なのでもう今週はあなたが嬉しいメッセージを、赤ちゃんからのメッセージを受け取るとか、そういう感じがするので、そしてご主人との関係もなんか今までは少し壁があったりとか、何か触れちゃいけないこと、そういうことがあったのかな。お互いに何かモヤモヤしていた部分があったかもしれないんですけれども、今週ご主人が少し心を開いてくれて、そしてあなたの方もそれを優しく受け入れる、そういう感じがするので、ご主人との関係もすごくいいのかな。そしてね、あなたにもしペットがいるのであれば、なんかねこの子もすごく応援してくれているし、もうなんかね家族になってますね。ご主人とあなたと、ね、もしペットがいるのであればペット、そして赤ちゃんっていう、もうなんかね何人家族だっていうぐらいの仲の良さがすごくあるかなと、そういうふうに出ているので、今週は、ご主人との関係の改善、それもすごく良さそうですし、もうすでにあなたのそばに赤ちゃんはいますとそれを言いたいな、そういう感じです。はい、じゃあ2番の方の今週の赤ちゃんの流れ見ていくんですけれどもね、初っ端から
子供、コウノトリのカードが出ていて、そして赤ちゃんはどうもご主人のことを心配しているな。なんかご主人のお仕事のこととか金銭的なこと、もしかしたら治療にお金がかかっているっていうことを赤ちゃんは気にしているかもしれません。ご主人の体調をすごく気にしていて、そして今週のあなたというのがですね、なんかこういろいろなことにすごくこう深くこう落ち込んでいるような、なんかこうどう進んだらいいのかわからないって、これ赤ちゃんのことだけじゃないかもしれないんですけれども、全体的に深くこう悩んで考えてっていう感じがするので、でも今週あなたが少し前向きになっていけそうな気がするので、こういうふうに前向きになってきた時には赤ちゃんも来やすいのかなっていう感じがしています。そう、ただ今週赤ちゃんはすごくご主人とあなたのところにこう行きたいっていう気持ちむっちゃくちゃあるんですよね。あとはご主人の体調とか金銭的な不安、そしてあなた自身のなんかこうすごいこう落ち込みっていうのかな、そこが脱することができたら、こう赤ちゃんは今すぐにでも行きたいんだけどなっていう、そういう気持ちが見えたような気がします。赤ちゃんはとても前向きです。だからこう心配しないで待っていただいて大丈夫かな、そういうふうに感じることができました。はい、じゃあ3番の方の今週の赤ちゃんのこと見ていきます。赤ちゃんがね、子供がここ、そしてコウノトリのカードがここ、あなたとご主人という感じで、今は少しご主人となんとなくうまくいっていないというか、なんか遠慮しがちになっている部分があるのかもしれません。そして赤ちゃんも少しあなたと距離感をね感じてる部分があるみたいなんですよね。今はお空の上のお友達との関係がすごくいいのかなと、なんかお空の上ですごく楽しく、なんかみんなで遊んでるような、そういうイメージがあります。でもママのことはチラチラって気にしてるような、そういう部分があって、そして今週私はご主人との関係がこのわだかまりが取れていくような気がするので、なんかここで例えば子育てのこととか赤ちゃんのこととか、すごくいろんなことを素直に話せると思います。そうなった時に、可能性としてはとても、お互い素直になれて心が開く、そういう状態になった時に赤ちゃんが今大丈夫かもみたいな感じで来てくれる可能性があるのかな、そういうふうに思っています。なので今週はまずご主人との関係をプラスにというか、素直に明るく話していくこと、お互いにですね、それができるのかなっていうふうに見えています。はい、以上となります。